50歳のおばさんが何目指してるのと言われました。正直私もそう思ってました。でもこのまま終わるのが嫌だった。週6日でジムに通っていた頃、久しぶりに会った友人に何目指してるのって笑われました。43歳のおばさんが今更やって何になるの？大会でも出るの？悪気のない言葉に、私はただのダイエットだよと返していました。やる気が失せていく言葉に心折れそうになったけど、これができなかったら、この先もずっと中途半端のまま、自分のことを好きになれないと思って、人生最後のダイエットと決めました。久しぶりに再会したメイが何気なく撮った一枚の写真。そこに写っていた自分を見てショックを受けたんです。これ誰？その瞬間やっとダイエットのスイッチが入りました。シングルマザーで仕事、家事、育児、毎日をこなすだけで精一杯で、自分のことはつい後回し、健康について深く考えることもなかった。動くこと自体嫌いな私。ジムに通っても楽しくなんかありません。激痛の筋肉痛に襲われても、体重はびくとも動かない。昔の私ならここで投げ出して、友人と居酒屋で飲み放題に行ってたかもしれません。でも人生最後のダイエットを決意したのだから、今回は投げ出さずとことん向き合う。そう心に決めたから。隙間時間を見つけてはジムに通いました。最初の1年は風邪で休んだ2日間以外、週6日通い続けました。ベンチの使い方もスミスマシンの外し方も、何もわからない状態から独学で勉強しました。何度も試して、何度もやり直して、1年目は毎日2時間半ぐらいジムにいました。食事も今までは朝は菓子パンと甘いカフェオレ、昼は安く済ませてカップ麺、夜は子供たちと同じ量のご飯に缶チューハイ。今思えばかなり食べていました。あのままの食生活をしていたら、今頃病気になっていたでしょうね。和食中心に変えて、高タンパク低脂質を意識して、なぜそれが必要なのかもちゃんと理解していきました。お腹がいっぱいにならないとダメだと思い込んでいて、空腹が怖かったんです。でも栄養をしっかりとれば、食欲は落ち着いてくれることを知って、バランスのいい食事に変えたことで、食欲をコントロールできるようになりました。運動と食事を整えることで、睡眠の質も変わり、美容部員の20代の時よりも肌も整っていきました。そして何より、気持ちが安定しました。自分と向き合うこと、何かに打ち込むこと、それまでの人生であまりできていなかったことでした。少しずつ自分を大切にできるようになりました。そしてジムに通い始めて2ヶ月、初めてレギンスを履いた日、正直すごく恥ずかしかったです。でも本当に嬉しかった。
ずっと XL 以上しか入らなかった私が XS を着られるようになって、そこからトレーニングウェアを買うのが楽しみになりました。鏡を見るのが怖くなくなっていき、新しい筋肉が増えるたびにモチベーションが上がりました。でもダイエットは孤独です。毎日の筋肉痛の中でふと、私何やってるんだろうって思う瞬間もありました。でもやめなかった理由はシンプルで、少しずつでも変わっていくのが分かったから。昨日よりほんの少し軽くなったり、少し動けるようになったり、その変化が嬉しくて続けてこれました。そこからは頑張るじゃなくて、続けるに変わりました。やる気がある日だけじゃなくて、やる気がない日も少しでもやってみる。それが当たり前になっていきました。特別なことはしていません。ただ細く長く続けてきただけです。できる日もあればできない日もある。それでもやめなかった。忙しい時もあるし、やる気が出ない日もあると思います。でも完璧じゃなくていい。1回でも5分でもいい。やめなければちゃんと積み上がっていきます。今日の自分が一番若い。だからこそ今日が一番変われるタイミングです。50歳になった今でも、健康でいたい。かっこよくいたい。その気持ちは20代の頃から変わっていません。年齢で諦めないでほしい。そんな思いを込めて、50歳という言葉を発信しています。おばさんが何目指してるの？何かを目指しているわけじゃなくて、ただ自分を諦めたくないだけ。それだけなんです。何歳からでも始めた時から、少しずつ体は変わっていく。このチャンネルがモチベーションになれば嬉しいです。これからも自分らしく、細く長く楽しみながら続けていきます。高評価、コメント、いつもありがとうございます。楽しくコメントを拝見させていただいています。他にもこんな動画が見てみたいなどがありましたらコメント欄で教えてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。みこでした。いつもありがとうございます。